飲みが引き起こす皮膚トラブル。イントロダクション。ペットの健康管理において、飲みによる皮膚トラブルは深刻な問題として認識されています。飲みは単なる不快な寄生虫というだけでなく、様々な皮膚の問題を引き起こす原因となり、時には重篤な健康被害をもたらすことがあります。今回は、飲みが引き起こす具体的な皮膚トラブルについて、症状から治療法まで詳しく解説していきます。飲み刺されの基本症状。飲みに刺されるとどんな症状が出るのだ？なんだか痒くて赤くなるのはわかるのだ。でも他にも症状があるのだ。そうね。飲み刺されの基本的な症状は、まず強いかゆみを伴う赤い発疹が現れるの。これは飲みの唾液に含まれる成分に対するアレルギー反応によるものなの。特徴的なのは刺し跡が3つか4つ程度まとまって現れることで、朝食、昼食、夕食と呼ばれることもあるの。刺された直後は小さな赤い点として現れて、その後数時間かけて直径に3センチほどの赤い膨らみに変化していくの。それから刺された部位は48時間程度かゆみが持続することが一般的よ。アレルギー反応について。飲みアレルギーってあるのだ。花粉症みたいなものなのだ。実は飲みアレルギーはとても一般的なの。特に感受性の高い方は刺された箇所が大きく腫れたりすることもあるの。重症の場合は全身性の反応を引き起こして発熱や倦怠感などの症状が現れることもあるの。具体的な症状としては、通常の刺し跡よりも大きな腫れ、発赤の広がり、それから重症例では呼吸困難や血圧低下などのアナフィラキシー反応を引き起こす可能性もあるの。特に過去にアレルギー反応を示したことがある方は要注意よ。二次感染のリスク。痒くてかきむしっちゃうと悪化するのだ。具体的にどんなことが起こるのだ？その通りよ。かきむしることで皮膚が傷ついて、そこから細菌が入り込んで二次感染を起こすことがあるの。特に子供やお年寄りは注意が必要よ。二次感染を起こすと傷跡が残ったりする可能性もあるの。それから二次感染の初期症状として、患部の熱感の増加、痛みの出現、膿の形成などが見られるの。さらに重症化すると深部の感染症を引き起こす可能性もあって、この場合は医療機関での抗生物質による治療が必要なのよ。持続性の皮膚炎について。飲みを退治しても症状は続くことがあるのだ。それはどうしてなのだ？飲みを駆除してもアレルギー反応による皮膚炎が長期化することがあるの。これを持続性のみ刺し皮膚炎と呼ぶの。症状が2週間以上続く場合は医療機関での治療が必要になることもあるの。この状態では創溶感が持続して皮膚の発赤や硬化、色素沈着などが見られるわ。慢性化すると失神様の変化を起こして治療が困難になることもあるから、早期の対応が大切なのよ。予防と対策。怖いのだ。どうやって予防すればいいのだ？具体的な対策を教えてほしいのだ。まずは定期的なペットの駆虫が大事ね。獣医師に相談して適切な駆虫薬を選択することをおすすめしますわ。それから室内の清掃や寝具の洗濯をこまめに行うことでノミの繁殖を防ぐことができるの。特に掃除機をかけるときはカーペットの下や家具の隙間まで丁寧に掃除することが大切よ。もし症状が出た場合は抗ヒスタミン薬や抗炎症薬を含む塗り薬で対処することが出るけど、重症の場合は必ず獣医師や医師に相談してね。あと飲み対策製品を使用するときは人やペットへの安全性を確認して正しい使用方法を守ることが大切ね。まとめ。飲みによる皮膚トラブルは単なるかゆみだけでなく、アレルギー反応や二次感染など様々な健康上の問題を引き起こす可能性があります。予防と早期発見、適切な治療が重要です。特にペットを飼っている方は定期的な予防措置を怠らないようにしましょう。気になる症状がある場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。また、症状の重症度に応じて適切な治療法を選択し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。